皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日はというを使った6つの文法を紹介します。会話の中で気持ちを強調したり、話題を変えたりするのにとても役に立つ文法です。ぜひこの動画を見てというの文法をマスターしましょう。まず、というを使った会話をします。それぞれの文法がどういう意味でどんな風に使われていたか考えながら見てくださいね。そういえば富士山に登って頂上まで行ったんだって？すごいね。途中まで車で行ってそこから登ったんだ。だから結構楽だったよ。いやいや、いくら楽だと言っても誰もが頂上まで行けるというものではないよ。頂上で撮った写真ある？これ。わー、すごいなー。富士山の頂上から見た景色といったら思い出すだけで感動するでしょう。そうだね。苦労した甲斐があったというものだね。今度登ってみたら？いや、登りたいといえば登りたいけど、ちょっと体力が心配かも。じゃあ今からトレーニングだね。そうだね。あ、トレーニングといえば、山田さんも最近ジムに通い始めたそうだよ。私も山田さんと一緒に頑張ろうかな。はい。今の会話の中で6つの文法が出てきました。と言っても、というものではない。と言ったら、というものだ。A といえば A、A といえば B。では、少しずつ動画を見ながら一つ一つの意味をチェックしましょう。そういえば富士山に登って頂上まで行ったんだって？すごいね。途中まで車で行ってそこから登ったんだ。だから結構楽だったよ。いやいや、いくら楽だと言っても誰もが頂上まで行けるというものではないよ。会話の中で出てきたのはこんな言葉でした。いくら楽だと言っても誰もが頂上まで行けるというものではないよ。と言っても、というものではない。というの文法が2つ使われているのがわかりましたか？それぞれ意味と用法を見ていきましょう。1つ目は、と言ってもです。普通形プラスと言っても。動詞、意形容詞、な形容詞、名詞に接続します。意味は、イメージと違って実際はです。例えば、会社といっても社員は3人しかいません。会社と聞くと大きくて人がたくさんいるイメージですよね。でも、今会社の社員は3人しかいませんという意味です。料理ができると言っても、私が作れるのはカレーだけです。料理ができると聞くと、いろいろな料理が上手にできるイメージですよね。でも、作れるのはカレーだけです。と言ってもの後には、しかない、だけ、ほどではないなど、イメージと違うことを言う表現がよく使われます。二つ目は、というものではないです。普通形プラスというものではない。動詞、意形容詞、な形容詞、名詞に接続します。意味は、もし何かがあっても必ずなるとは言えないです。例えば、相手が好きだから結婚できるというものではない。好きな気持ちだけあれば必ず結婚できますか？十分ですか？できるかもしれませんが、100% ではありませんよね。JLPT の練習問題は、一度やればそれで終わりだというものではない。練習問題は、一回やったらそれで 100% 終わりですか？十分ですか？いいえ、
復習したり何度もやったりすることも大切です。というものではないは何かがあっても 100% 十分ではないとき使います。頂上で撮った写真ある？これ。わー、すごいなー。富士山の頂上から見た景色といったら思い出すだけで感動するでしょう。そうだね。苦労した甲斐があったというものだね。会話の中で出てきたのはこんな言葉でした。富士山の頂上から見た景色といったら思い出すだけで感動するでしょう。苦労した甲斐があったというものだね。と言ったら、というものだ。というの文法が使われていましたね。それぞれ意味と用法を見ていきましょう。3つ目は、と言ったらです。名詞プラスと言ったら、い形容詞、な形容詞の場合、ことと言ったらを使います。意味は、普通ではないです。驚きや感動、悲しみなどの気持ちを強く表現したいときに使います。例えば、試合に負けた悔しさは、ではなく、試合に負けた悔しさと言ったら言葉では表せないというと、試合に負けてしまって普通ではない、とてもとても悔しい気持ちになったとき、雪景色の美しさは、ではなく、雪景色の美しいことと言ったら、まるで映画みたいだ。まるで映画みたいな、普通ではない、とても美しい景色だったとき。と言ったらは、このように強い気持ちを表現するときに使います。会話では、試合に負けた悔しさと言ったら、のように最後まで言わず、後を省略することもあるので、そんな文を聞いたら、強い気持ちを表現したいんだと思ってくださいね。4つ目は、というものだです。辞書形内形プラスというものだ。意味は当たり前だです。普通に考えたら、常識的に考えたら、当然そうなるという時に使います。例えば、今日中にブラジルまで荷物を届けるなんて無理というものだ。日本からブラジルまで今日荷物を届けることはできますか？常識的に考えて無理なのは当たり前ですよね。毎日怒られてばかりだと誰でも嫌になるというものだ。毎日怒られてばかりで嬉しいという人はいますか？普通に考えて誰でも嫌になるのは当然ですよね。このように常識的に考えたら当然そうなると言いたいとき、というものだを使います。今度登ってみたら？いや、登りたいといえば登りたいけど、ちょっと体力が心配かも。じゃあ今からトレーニングだね。そうだね。あ、トレーニングといえば山田さんも最近ジムに通い始めたそうだよ。私も山田さんと一緒に頑張ろうかな。はい。この会話の中にといえばが2つ出てきましたね。登りたいといえば登りたいけど、トレーニングといえば山田さんも。それぞれの意味をチェックしてみましょう。といえばは普通形プラスといえば。動詞、い形容詞、な形容詞、名詞に接続します。意味は3つあります。わかりやすくするために、といえばの前を A、後ろを B として、A といえば B としましょう。一つ目は、と聞いて思い浮かべるのは、です。例えば、夏といえばかき氷だ。オーストラリアといえばコアラとカンガルーが有名だ。
このように皆さんが A という言葉を聞いてすぐに B をイメージするときに使います。二つ目は、という言葉から別のテーマに移るです。例えば、ドイツのお土産ですか？ドイツといえば、佐藤さんが来月ドイツで会社を立ち上げるそうです。最初はドイツのお土産について話していましたが、ドイツといえばから佐藤さんの会社に話が移りましたね。このように A という言葉を聞いて全然違うテーマ B を話したいときに使います。会話の中に出てきたトレーニングといえば、山田さんも最近ジムに通い始めたそうだよは二つ目の用法です。トレーニングという言葉を聞いて山田さんの話題になりましたね。会話の話題を変えたいときにとても便利な言葉です。三つ目は、確かに A は正しいですが、でもです。例えば、寒いといえば寒いが、まだ我慢できる。確かに寒いですが、まだ我慢できます。大丈夫です。あの子、可愛いといえば可愛いけど、ちょっと性格が悪いね。確かに可愛いです。でも、ちょっと性格が悪いです。この場合、A といえば A、前の言葉と後ろの言葉は同じです。会話の中に出てきた、登りたいといえば登りたいけど、ちょっと体力が心配かもは3つ目の用法です。確かに登りたいですが、ちょっと体力が心配です。会話でよく使われるので、ぜひ覚えておいてくださいね。今日は6つのというの文法を学びましたね。どれも気持ちを強調したり、話題を変えたりするのにとても便利な表現でした。今日勉強した表現をぜひ会話で使ってみましょう。メッシュクラスではオンラインで JLPT の勉強もできます。経験豊富な日本人の先生たちから JLPT を習って合格を目指しませんか？私たちと一緒に日本語を勉強したいという方はコメントをぜひチェックしてくださいね。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。